鬼滅の刃が大体ストーリー始まったのもですね、大正元年あたりだし、あと大正時代とは何かっていうとですね、1912年が大正元年なんですよね。で、タイタニック号が沈没したのも1912年大正元年ですね。あと明治天皇が崩御した。明治という大きい時代が終わった。いろんなですね、ものが詰まってるんですけれどもですね、これ鬼滅の刃に出てくるですね、浅草です。あまりにですね、明るすぎて華やかで人が多いから、第7話ですね、炭治郎が超ショックを受けるシーンなんですけど、浅草の円形で、寄った浅草ですね、いっぱい旗が立って、で、夜もですね、電気で赤々と輝いてるわけですね。炭治郎がなんでここの明るい浅草にショックを受けたのかっていうと、電気の明かりがあるからじゃないんですね。すでに炭治郎の村でもですね、電気って当たり前なんですよ。もうね、1話でですね、近所の村に炭を売りに行くシーンで、近くの村に行ったら、電線ですね。すごい高い電線が生えてて、でものすごくたくさんの電柱が生えてて、電線が走ってるんですよね。で、エンディングでもですね、電線がきっぱりこう見えてるわけですよね。で、このエンディング、これ何やってるところかというと、街に向かって炭を売りに行ってるシーンですね。つまり、炭治郎の家と、ふもとにある村の間にはもうすでに電線が走ってるんですよ。だから、すでにもう、村では電気が当たり前になって、もうあと何年か待てば、炭治郎の住む家の辺あたりにですね、電気が来てもおかしくないんですね。で、いやいや、そんなこと言ってもまだまだ、炭治郎が住んでるの山奥の一軒家まで電気なかなか来ないんじゃないかっていうふうに考える人いるかもわかりませんけど、これ大正時代というのはものすごい速さで電化が進んだ時代なんですね。ガス、水道は遅いんですけども、電気はね、すごい早いんですね。で、普及率もめちゃくちゃ高くなるんですよ。つまり、山田炭治郎がですね、見上げていた空ですね。作品の中でアニメでもゲームでもですね、僕らは彼らが見上げていた空っていうのはついつい青空を考えちゃうんですけど、違うんですよ。彼らが見上げた空っていうのは、よっぽどの山奥でない限り、大体電線が空を走ってる、電線が空を区切ってるですね、僕らが見ていた空に割と近い、そういうお話なんですね。大正時代っていうのはそういう時代なんですよ。具体的に言うとですね、明治15年、1882年ですね、今日話すですね、お話の30年ぐらい前に、もうすでに東京の銀座にですね、日本初の電灯が、アーク灯がですね、灯っています。で、この頃は30年前は電気珍しかったんですよ。わざわざ電気で灯った明かりを見るために人々が来たぐらいだったんですけども、しかしこの炭治郎がこの浅草に行ったのはですね、もうそれから30年経ってるんですね。で、すでに日本全国に発電所が立ち出してます。すごいですよね。で、電灯は東京を中心に急速に普及してですね、さらにエレベーターとかですね、あと電車などですね、電気は動力用としても利用されています。で、大正5年にですね、全国の工場ではですね、50% を超えてると。電化率が。つまり、日本全国ですよ。日本全国の工場がですね、もうすでに石炭とかそういうのではなくて、電気になっている。5割になっているのが大正という時代なんですね。で、まだですね、家庭ではですね、井戸とか、あと薪で焚いてるのがあったと思うんですけど、ただそれもですね、その明治時代の石油ランプとか廃れて、上水道とかガスとか電気がどんどん普及していきました。これも明治の末の話です。で、家庭用電化製品が出たのも大正時代で、扇風機出るわ、電気ストーブ出るわ、電気アイロン出るわですね、電気コンロがもうすでに発売ではなく普及し始めてます。大正の元年で。で、ブリキとかセルロイドのおもちゃなど、新素材のおもちゃもですね、登場しているので、炭治郎がその弟たちに買おうかなと思っているおもちゃっていうのも、すでに僕らの持っているようなものとそんなに変わらなくなっているんですね。カレーライス、とんかつ、コロッケは大正の三大洋食と言われるぐらいで、人々のご飯もですね、急激に変わっていったのがこの時代ですね。これが大正時代なんですよ。面白いことに。で、そんな時代ですね、人々が熱狂したのが活動写真というやつですね。鬼滅の刃にもですね、活動写真出てきます。この炭治郎がですね、歩く浅草の街ですね。ここにですね、ちょっとね、見えにくいんですけど、この部分に活動って書いてるんですけど、これ別のカットなんですけど、ここに映画の看板みたいなのがあるんですけど、これ多分有名な浅草の電気館だと思います。活動写真っていうのは英語のモーションピクチャーの直訳なんですね。今の言葉で言う本当に映画ですね。これ見てください。この右上にですね、自称東洋のエジソン、すこぶる非常、駒田光陽って書いてありますね。この駒田光陽っていうのですね、実はですね、19歳なんですね。19歳のですね、ちんどん屋さんの店員さんなんですよ。
バイトスコープのですね、映写機とフィルムを持って、楽団15人を連れてですね、日本中を回ったんですね。そういうようなことをやったんですよ。で、おそらくですね、駒田紅葉の紅葉、炭治郎の村にも来てます。これは断言できる。なんでかというとですね、どんな田舎でもですね、当時駒田紅葉は来たんですよ。電気のないですね、北海道の最果てのかなり山奥の村まで回ってきてるという記録があるんですね。なんでかというと、とんでもなく儲かったからなんですよ。なので本当に人がある程度100人以上集まってるとこだったら、本当に駒田紅葉の舞台来たんですよね。公式の記録に残ってる電気の本当にない北海道の最果てまで巡業来たんですからですね、炭治郎の村って、さっきの電信柱思い出してください。電気あるんですよ。電気のある村にね、来てないわけがないんですよね。禰豆子と一緒に浅草行ったから大正元年ぐらいなんですけども、浅草はもう、これ旗いっぱい立って芝居小屋に見えるんですけども、すでに芝居小屋からですね、その映画館に改装したところが多かったんですね。この時代ですね、どんどん電灯が普及してます。電気が普及しているからですね、芝居小屋はですね、どんどん映画館に改装されてきました。で、これはね、国民の関心が、国民というか庶民のですね、持っている気持ち、何を見たいのかっていうのが、その忠誠心とか、侍の心、竹内とか恨みというよりはですね、国家の正義とかですね、日本というのはどこまで伸びていけるのか、国際的にいけるのかというふうに、どんどん移ってきたんですよね。日本という国がおそらく一つになったのって、明治維新じゃないんですよ。明治天皇が死んだことなんですね。明治天皇が死んで、日露大戦に勝ったことなんですよ。で、これらの明治天皇の葬式っていうのはフィルムに撮られて、で、それで日本全国で映画館でかかってるんですね。で、日露戦争に勝ったのもやっぱり凱旋パレードみたいなのがやっぱそのフィルムとして残ってるわけです。で、こういうのをですね、見ることによって日本人が誕生したんですよ。俺たちは日本人なんだっていう意識が芽生えて、ようやっとですね、明治維新が起こってから45年経って大正になってから急にみんな日本人になり出したんですね。不滅の刃の舞台となったですね、大正時代ですね。すこぶる非常に恐怖したのは、実は鬼ではなかったんですよね。怪盗ジゴマだったんですよ。見よ！この返本と旗に踊るですね、ジゴマ、Z 弾、ニック・カーターっていうですね、何のことを言ってるのかわからない。この文字は何なのかですね。日本中を熱狂の渦に叩き込んで、ついには禁止令まで出たんですね。怪盗ジゴマのですね、すこぶる非常なですね、大流行というのがこの時代にありました。実はですね、ルパン三世とか名探偵コナンの元ネタでもあるし、あとね、多分ね、もうみんな知っているある作品の元ネタなんですよ。でも、それが元ネタっていうのは言われるまで本当に気がつかない。ああ、なるほどって僕も思いました。